やられたらやり返す。バイバイしょ。Kasım'la Elbet'ine Mektebi on YouTube。 皆さんこんにちは。名古屋キツリのカズマです。レスリーです。はい、今日はメキシコのバレンタインデーになります。去年のバレンタインデーもレスリーと一緒に過ごしました。その時はこんな感じの K-POP っていうケーキをケーキなのかチョコなのかわかんないけどレスリーにもらいました。はい、美美味しかったね。味しかった。今日は特別予定という予定は立てていないんですけど、ポランコっていう綺麗な地区に一緒にレスリーと出かけて、メキシコはすごい日本より愛を伝えるっていう文化が強い国なんで、日本だとバレンタインデーの日はやっぱりチョコレートを好きな人にとか、愛する人にとかチョコレートを渡したりしますけど、こっちだとチョコレート以外にもぬいぐるみ、でっかいぬいぐるみとか、チョコレートもあげるけど、花とか、そう花だね、めっちゃ普通、とかマシュマロもマシュマロあげたり。でも日本に普通にチョコレートをあげるね。普通にチョコレートあげる。じゃあカズマのためにプレゼントあります。チョコレート嘘、レスリーからサプライズ。おお、すごい。何これ、いつの間にお前まんまとやられましたレスリーに。ありがとう、美味しそう。なんか私は生チョコだねこれ。そう、生チョコタルトというはい、生チョコタルト。うんレスリーが気づかないうちに僕にサプライズをしてくれていました。そう、レスリーはケーキ屋さんで働いてるんで、でも私は全然じゃないでも置いといてウェイターの方で働いてるんで、それでもねチョコレートを作ってくれたんで、いただきたいと思います。まさかのサプライズ、驚きです。はい、レスリーが作ってくれたチョコレートいただきたいと思います。はい、どうぞ。いや、まさかね、普段レスリーにサプライズとかドッキリとか仕掛けるのは僕の方なんで、ちょっとびっくりしてますね。はい、いただきます。どうぞ。めっちゃ美味しそうじゃん。上のやつはアーモンド、はい、いただきます。はい、どうぞ。美味しい。なんだ。下がクッキーみたいになってる。そう。美味しい。だからタルト。めっちゃ美味しい。なんだ。美味しい。普通に美味しい。めっちゃうまい。うまっ。いや、嬉しい。でもなんか嬉しいけど悔しいな。レスリーに今までドッキリ仕掛けるのとかって僕の役目だったんでレスリーにされるなんて思ってもみなかったから驚いてますこのね、チョコだけだったら多分美味しいけど食感が同じじゃん、このクランチが美味しい、ありがとう。よかった。はい、特大のチョコレートなんでこれからまたね今日ゆっくり食べたいと思います。はい。じゃあお相手でごちそうしたい。昨日もなんか言ってた私がバレンタインデーに何かあげなかったら私ホワイトデーもらえないすごい現金なやつですはい、今日はこうやっていきなり出発から僕のサプライズを食らったんですけども、これからそのポランコっていう僕とレスリーが初めてデートした場所かな、に一緒に遊びに行きたいと思います。はい、行きましょう。はい。夜になっちゃった。はい、夜になりました。そしてレスリーと買い物に行ってきて、
僕がいつもサプライズする側ですけど、まさかのね、バレンタインデーにレスリーにサプライズをされたんで、僕も本当は勝手に一人でサプライズをしようと思ってたけど、なかなかねする時間がなくて、レスリーに普通に話をして、レスリーに今回は、はい、まあレスリーが好きなねマイケル・コースのバッグをねそうそうプレゼントしました。僕も普段メキシコでいろいろとレスリーに手伝ってもらってるし、心が救われてる部分があるんで、まあ日頃の感謝の気持ちを込めてというか、僕のボクシングの試合の前の減量中などね、いろいろ助けてもらったところがあったんで、恩返しじゃないですけど、気持ちを少しでもと思って、はい、プレゼントをしました。はい、ということで、まあとりあえずお腹減ったんで今から帰って、ご飯を食べたいと思います。はい、行こう。はい、帰りましょう。はい、レスリーと買い物終わって帰ってきました。はいはい、お腹すいた。お腹すいたね。今日の夜ご飯はメキシコのすごい有名なカサレトーニョっていうメキシコの食べて。メキシコ料理のお店で、ポソレっていうスープとタコドラドとフリホラダというたくさんっていう食べ物を買ってきました。バレンタインでのんびりした一日でしたけど、いきなり僕がサプライズされて、僕がお返しして、で一緒にレスリーと今からメキシコ料理を食べていきたいと思います。はい、はい、いただきます。いただきます。メキシコと日本のバレンタインはどこは違うかな。カズマ分かるの？違いあるの？分かんない。全然分かんない。バレンタインでメキシコなら El Día del Amor y la Amistad、愛と友達の日って感じ。両方なんだね。そう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 。でも日本にも同じように友達にチョコをあげたりとか、そういう文化もあるよ一応今は。あ、そうだね。まあこっちもプレゼントあげるし、なんかまあプレゼント、友達ならあんまりプレゼントあげてないけど、手紙書くとかあげる、って感じ。友達にチョコあげたりする？そう。友達にも？そうそうそう。ちょっと前母ちゃんにいいメッセージもらったね。そうね。レスリー好きだよって、バレンタイン日おめでとうって感じね。なかなか彼女のお母さんからハグっていう言葉、日本だったらなかなかそういう言葉をもらったりしないんで、私からの抱擁をカズマにも送りますみたいな、いうメッセージをレスリーにさっきお母さんが送ってきて、なんかちょっと感動しました日本ではなかなかそんなこと言ったりしないし、やっぱりね、カップルの日だけど、そうだね、だけどお母さんからもそういう愛情を渡してあげるみたいなところがちょっとね、メキシコのいいところが出てるなって、バレンタインデーにももっとよく出てるなって思いました。そうだね、なんかバレンタインで愛を見せる日、それは日本も同じやん。まあでも友達の愛とか家族の愛とかカップルの愛だけじゃないね。それがもっとメキシコだと強いってことだね。そうだね。日本ではそんな愛を見せる日っていうのはなかなかないですけど、それが日本で言ったらバレンタインデーだけど、ただでさえ普段愛情表現の強いメキシコでは、バレンタインデーは恋人だけじゃなくて家族、友達に愛情を見せるっていうのがかなり一般的なみたいで、例えばね、大学にある、友達は女の子のクラスメートのみんな花あげた、その日みんなの女の子、そうメキシコは花安いもんね。そうだね。日本の値段は？いい値段するよ。で、その日は捨てに高くなる。変わらないの？変わらないと思う。そうなの？多分。こっちはそう高くなる。バレンタインで母の日もう捨てに花高くなる。メキシコはかなり花が安いんで、すごいなんか人にプレゼントとかもしやすいだろうし、で花屋の数がすごく多いんでどこ行っても花屋あるね。そうなの。
花に興味を持ちやすいような気がします。メキシコって多分そんなイメージがないと思うけど、花屋は本当にいっぱいあります。そうだね、本当にどこでも売ってると思う。すごいいいことだな。あ、そうだね。スーパーマーケットで売ってるし、人は歩きながら売るとか、屋台もそう屋台、まあ屋台みたいなで店みたいな感じで花屋さんがバーって並んでたりして、本当に種類もいっぱいあるし、暖かくなるけど涼しくなることもあるし、花が多分すごい育ちやすい気温なのかなというふうに思います。そうだね。エンフリホラーダ、日本の小豆っていうと甘いイメージ、塩辛く食べる小豆なんて多分あんまり食べないと思うけど、メキシコって塩辛く味付けしたこういう小豆があるんで、僕初めて来た時驚きました。でもレスリーが初めて頼んでくれたので食べてみたいと思います。はい、いただきます。どうぞ。美味しい。美味しい。でもやっぱあんこは甘い方がいいな。やっぱ小豆って言ったら日本人は甘い方がいいですよね。でも美味しいよこれ。攻撃しないで。このトスターダ、揚げたトルティーヤですね。これが本当に美味しい。ポソレっていうこのスープと本当にめちゃめちゃ合います。そうだね。最高のセット。これハバネロのソースなんですけど、入れすぎじゃないですか。2つある。そう、2つもらったら嬉しい。こんな嬉しくないよ。私は大好き。1つでも食べれないよ。やっぱメキシコ人の女の子の辛さの耐性っていうのはもうめちゃめちゃ強いもんだと思います。美味しいの。ハバネロソースは絶対に元辛い。今あまり辛くない。辛いけどあまり辛くない。普通に元辛い。メキシコ人の辛くないっていうのは全然信用できないんで、皆さんもしメキシコに来た際は本当に気をつけてください。ご注意ください。朝と同じね、タマレス買ったね。で朝ごはんで食べてた時、そのおじいさんに来たね。一番辛くないやつはどれって。このモレのやつだよと言ったけど辛かったね。でも2つもらったね。嬉しい。絶対にとんちゃんは喜ぶ。絶対にこれは1個は1週間は終わりちゃう。1週間で終わる？もっと早いじゃない。多分絶対に毎日使うとんちゃん。で、多分私もこれ持って帰っていい？これもいらないの？俺使わないもん。多分日本人でハバネロソースこの量使うのって多分1ヶ月は余裕で持ちますよね。多分もっとかな。多分もっと終わる前にダメになっちゃう。そうだ。食べてみたら。これね。だな。僕チリの中でもハラペーニョはかなり好きなんですけど、ハバネロはもう本当に罰ゲームでしかない感じです。うわすごい辛いもうこれ。ダメだよ。タナちゃんもう分かってる。彼女はバティタム引かなかった。絶対に辛くない。日本だとバレンタインの日に女の子がチョコレートを好きな人に好きですって、チョコレートを渡して告白するんだけど、メキシコはどういう風に愛を伝えるの？愛を伝えるの？例えばね、男なら普通にキスをする。なんか急にシャーって感じ。急にキス？そう。それはめっちゃ普通。それどうすんの？もし嫌がったら。って感じ。そうだよね。それで終わり？そう。で、それは普通だけど、それをできない人もいるね。もちろん。で、多分その人は普通に、手紙。男が手紙を女の子に。そう、でも絶対に、前にあげない。川に入れとくとか。で、女の子が、これ誰？いや、気持ち悪いって感じ。そう、それもあるね。そうだね。それもめっちゃ普通。今はだいぶ変わってるのかわかんないけど、やっぱダイレクトで渡したりできない人は多分そうやって机の下に入れたり、下駄箱に入れたりっていうのが、俺の世代の考え方。かわいい。直接渡せない人はカバンの中に入れといてってことだね。そうで、気持ち悪いって言われたらかわいそう。そう。でもそれもあるね。他の例えで言ったら、ある男はその女の子は好きでも彼は言えないでしょ、で彼の友達にこの女の子に来て、おい
私の友達はあなたのことは好きですよって言ったうんでもスタイに彼は嫌だスタイにそのまま伝えたくないけど、スタイにその男は怒る嫌だなんで言ってたのそうお願いしてじゃなくてじゃないじゃないあーメキシコならめっちゃ普通友達じゃないみたいでいい悪いことしてるからあーちょっとひどいと思うけど勝手に言っちゃうってことでしょめっちゃ普通そうなんだまあそれは別に悪いことじゃない小学だって彼は言えないのに他の友達がその好きなことを代弁してあげるってことでしょそうそうそうじゃあいいことじゃんダメなのまあでもあ、まあ、それは本当は言いたくないからねそうそれは小学の頃スタイに言いたくないその時はもっと恥ずかしいでしょ、スタイに言いたくない、でスタイにその女の子は多分あ友達とかに言うからまあもちろんでスタイに全部の学校は分かってるその人は彼女のことが好きやねヒヒヒとかそうみんなちっちゃい頃はそれ嫌だね、そうねなるほどね、うんまあ、メキシコの恋愛事情バレンタインデーの日の事情っていうのは、まあ、日本とちょっと似たるところもあるけど、幼い頃っていうのはダイレクトに言えないメキシコでもまあ、そうだねっていうところが意外だなと思いましたあんだけね外でチュッチュチュッチュしてる国だから告白するなんて全然簡単やろみたいな、そうだね珍しいねはいまあそういう感じで日本とメキシコのバレンタインデーの差っていうのはなんかあまり変わりがない感じです、なんかちょっと意外な感じがするねはい今日はレスリーが僕のためにサプライズでバレンタインデーチョコレート、ちっちゃい全然ありがとうまさかレスリーがサプライズでチョコレートを用意してるなんて全然思ってなかったんで、本当はい僕はレスリーに、お返しでレスリーの好きなマイケル・コースのそんなに大したもんではないんですけども、カバンをプレゼントしましたjust cute やられたらやり返す倍返しだはいすみませんちょっと失礼しましたびっくりした何それやられたらやり返すということではいというわけで僕らのバレンタインデーの一日はこんな感じで終わりましたありがとうはいこちらこそありがとうございますはいということで今日はこんな感じでナゴメックス TV お送りしていきましたはい、この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますよろしくお願いしますまた次回のナゴメックス TV でお会いしましょうはいバイバイバイ